どうも皆さんこんにちは、原寛太です。アフリカでフランス帝国が崩壊を迎えています。かつてアフリカの広い地域を植民地支配し、独立後も通貨、軍事、資源、外交を通じて強い影響力を残してきたフランスが今、アフリカの一部地域で次々と拒絶されています。西アフリカのマリ、ブルキナファソ、ニジェールといった国々では長年現地に駐留し治安維持などを担ってきたフランス軍が撤退に追い込まれました。フランスの大使や外交官が退去を求められ、現地ではフランス国旗が燃やされるような反フランスデモも起きてきました。そして最近、ブルキナファソはついにフランスとの外交関係まで断絶したのです。アフリカにおけるフランスの影響力については、以前このチャンネルでもセーファーフランやサヘル地域の解説動画の中でも触れてきました。ただ、今回はその続きとしてさらに新しい局面を見ていきます。フランスがアフリカで拒絶されているだけではなく、その後の空白に今度はロシアが入り込みつつあるからです。今回考えたいのは、なぜフランスはアフリカで嫌われるようになったのかだけではありません。フランスが去った後にこの地域で何が起きているのか、そこまで含めて見ていきます。マリ、ブルキナファソ、ニジェールを含むサヘル地域ではアルカイダ系やイスラム国系の武装勢力が活動し、長年にわたってテロや襲撃が繰り返されてきました。フランス軍はそうした武装勢力に対処するため、この地域で軍事作戦を続けてきました。しかし、そのフランス軍が撤退した後も武装勢力が消えたわけではありません。むしろ治安維持を担ってきた外国軍が抜けたことで安全保障の空白が生まれました。その空白に入り込んできたのがロシアの民間軍事会社ワグネルやロシア国防省の影響下にあるとされるアフリカコープスと呼ばれる組織など、ロシア系の軍事的な関与です。では、フランスの影響力が弱まっていることはアフリカにとって本当の自立なのでしょうか。それともフランスへの依存が今度はロシアへの依存に置き換わっているだけなのでしょうか。今回の動画ではセーファーフランやサヘル地域の情勢も必要な範囲でおさらいしながら、フランスが去った後のアフリカで何が起きているのか、そしてロシアがどのように入り込んでいるのかを解説します。ぜひ最後までご覧ください。まず最初に、フランスはなぜアフリカにここまで大きな影響力を持っていたのか、以前の動画のおさらいも兼ねて短く確認しておきます。アフリカの多くの地域は19世紀から20世紀にかけてヨーロッパ諸国による植民地支配を受けていました。その中でもフランスは西アフリカや中央アフリカの広い地域を支配していた国の一つです。現在のマリ、ブルキナファソ、ニジェールなどもかつてはフランスの植民地でした。1960年はアフリカの年と呼ばれ、この年だけで多くのアフリカ諸国が独立しました。しかし、独立したからといって旧宗主国、つまりかつて植民地支配していた国の影響が完全になくなったわけではありません。フランスは独立後も通貨、軍事協定、資源開発、外交関係などを通じて旧植民地だったアフリカ諸国に強い影響力を持ち続けました。このようなフランスとアフリカの深い結びつきはフランサフリックと呼ばれてきました。簡単に言えば、形式上は独立しているけれど、政治や経済、安全保障の重要な部分に旧宗主国フランスの影響が残り続けている構造です。その象徴の一つが以前の動画でも扱ったセーファーフランです。セーファーフランとは西アフリカや中央アフリカの一部の国々で使われている通貨の総称です。この通貨はフランスとの通貨協力の枠組みの中で運用され、ユーロと固定された交換レートを持っています。セーファーフランには通貨が安定しやすいというメリットもあります。政治や経済が不安定な地域では通貨の信用を保つことはとても重要です。その一方でアフリカの人々の中には独立から60年以上経った今も、なぜ自分たちの通貨や経済の重要な部分が旧宗主国フランスと深く結びついているのかと疑問を持つ人たちもいます。セーファーフランの実態やメリット、デメリットについては以前の動画で詳しく解説しています。今回の動画では細かい仕組みには踏み込みすぎず、フランスがアフリカに影響力を残してきた象徴の一つとして押さえておきます。つまりフランスは単にかつてアフリカを植民地支配していた国ではありません。独立後も通貨や軍事など様々な方法を通じて影響力を残してきた国なんです。そしてこの長年の関係に対する不満がここ数年で一気に表面化しているのがサヘル地域です。サヘルとは
サハラ砂漠の南側に広がる東西に長い帯状の地域を指します。この地域にはマリ、ブルキナファソ、ニジェール、チャドといった国々が含まれます。サヘルは今、テロや紛争、貧困、気候変動の影響が重なり合う世界でも特に不安定な地域です。この地域の国々は世界でも最も貧しい国々に数えられます。医療や教育などの基本的なインフラが十分に整っておらず、若者の雇用も限られています。一方でニジェールにはウラン、マリやブルキナファソには金、チャドには石油など豊かな天然資源があります。資源はあるのに国民の生活はなかなか良くならない。この矛盾が現地の人々の怒りを強めてきました。さらにサヘルではアルカイダ系やイスラム国系の武装組織が勢力を広げ、テロや襲撃が繰り返されてきました。フランスは長年この地域で対テロ作戦を行い、現地の治安維持に関わってきました。しかしフランス軍が駐留していたにもかかわらず、サヘルの治安は十分には改善しませんでした。むしろ武装勢力の活動は広がり、住民の生活は不安定なままだったんです。その結果、現地の人々の間には強い疑念が広がっていきました。フランスは本当に自分たちを守るためにいるのか、それとも自国の資源や権益を守るためにいるだけなのか、なぜフランス軍がいてもテロがなくならないのか、なぜ自分たちの生活は少しも良くならないのか、こうした不信感の中でマリ、ブルキナファソ、ニジェールでは軍事クーデターが相次ぎました。フランスはかつて安定をもたらす存在として関与してきましたが、現地の人々の目には次第に治安を改善できなかった旧宗主国として映るようになっていったんです。西側諸国の視点から見れば、クーデターは民主主義を破壊する行為です。当然、武力で政権を奪うことは正当化できません。しかし、少なくない現地の人々から見ると、軍事政権は全く違う存在に見えます。長年欧米の支援を受けてきた政府が汚職や治安悪化を止められなかった。それなら欧米と近い関係にあった既存の政治家ではなく、フランスを追い出し自分たちの国を取り戻してくれる強いリーダーに期待したい。このような思いが軍事政権への支持につながっていったんです。その象徴的な人物がブルキナファソのイブラヒム・トラオレ暫定大統領です。彼は若くしてクーデターを主導し、国家元首となりました。そして就任後、フランス軍を撤退させ、欧米に依存しないアフリカの自立を強く訴えたのです。彼の演説は SNS で拡散され、ブルキナファソ国内だけでなく、アフリカ各地の若者からも強い支持を集めています。もちろん軍事政権を無批判に称賛することはできません。実際にサヘル地域の軍事政権の下で人権侵害や言論統制が指摘されることもあります。しかし、なぜ彼らが支持されるのかを理解するためには、現地の人々が抱えてきた不満を構造的に見る必要があります。この地域には深刻な貧困があります。武装勢力によるテロや襲撃があります。気候変動によって農業が不安定になり、生活の基盤が揺らいでいます。さらに天然資源はあるのに、国民の生活はなかなか良くならない。そしてその背後に旧宗主国フランスの影が見える。この積み重なった不満が反フランス感情として表面化しているのです。そして2026年6月、この流れはさらに新しい段階に入りました。ブルキナファソの軍事政権はフランスとの外交関係を断絶すると発表したのです。これまでもフランス軍の撤退や外交官の退去など、フランスとの関係悪化を示す出来事は何度も起きてきました。しかし、外交関係を正式に断ち切るというのは、さらに一段階踏み込んだフランスとの決別です。今回の断交はブルキナファソとフランスだけの問題ではありません。現在のフランスがアフリカを直接支配しているわけではないとしても、通貨、軍事、外交、資源を通じて残してきた影響力がサヘル地域で明確に拒絶されている。その意味で、これはフランス帝国の崩壊を象徴する出来事として見ることができます。では、フランスが去った後、この地域には本当の自立が訪れたのでしょうか。ここから重要になるのがロシアの存在です。フランスの影響力が弱まる一方で、ロシアは今、アフリカで急速に存在感を強めています。
ロシアはアフリカでどのように影響力を広げているのか、その話に入る前に一つだけお知らせを挟ませてください。私、ハルカンタは世界を無視しない大人になるためにという本を自費出版しています。私自身がアフリカでの活動を始めた原点について書いた一冊です。興味のある方は動画下のショップからお買い求めください。一冊700円です。また、全国各地で講演会も行っています。国際協力や社会貢献、戦争や平和をテーマにハルカンタの講演会の開催にご関心のある企業や教育機関の皆様、ぜひ概要欄のリンクからお気軽にお問い合わせください。フランスが退いた後、サヘル地域で存在感を高めているのがロシアです。フランス軍が撤退したからといってテロ組織や武装勢力が消えるわけではありません。むしろ外国軍が去ったことで現地には大きな治安の空白が生まれました。その空白に入り込んできたのがロシアの軍事的な影響力です。以前はロシアの民間軍事会社ワグネルの存在がよく知られていました。ワグネルはマリなどで軍事政権を支援し、武装勢力の掃討作戦や政権の護衛に関わってきたとされています。ただ、そのワグネルはすでにマリでの任務終了を発表しています。だからといってロシアの影響力がこの地域から消えたわけではありません。むしろ今起きているのはロシアの関与が形を変えて続いているということです。ワグネルの活動はロシア国防省の影響下にあるとされるアフリカコープスと呼ばれる組織へと引き継がれていると見られています。つまり民間軍事会社としてのワグネルからよりロシア国家に近い形の軍事関与へと移り変わっているのです。ロシアの接近はマリだけにとどまりません。マリ、ブルキナファソ、ニジェールはフランスや欧米との関係を悪化させる一方でサヘル諸国同盟という枠組みを作り、ロシアとの軍事協力を強めています。つまりフランスが退いた後のサヘル地域でロシアが新しい安全保障のパートナーとして存在感を高めているのです。では、なぜサヘル地域の軍事政権はロシアに頼るのでしょうか。日本から見ると不思議に思うかもしれません。ロシアはウクライナ侵攻によって国際社会から強い批判を受けている国です。西側諸国から見ればロシアは国際秩序を破壊する危険な存在です。それにもかかわらず、なぜアフリカの一部の国々はロシアに接近するのか。理由の一つは欧米に対する強い不信感です。欧米諸国がアフリカの国々を支援するとき、多くの場合、人権や民主主義、選挙の実施、汚職対策などを条件として求めてきました。もちろん人権や民主主義は大切です。クーデターを正当化することもできません。しかしアフリカの人々から見ると欧米の言葉はとても矛盾して聞こえることがあります。かつて奴隷貿易や植民地支配を通じてアフリカを搾取してきた国々が今になって正義の味方のように人権や民主主義を語っている。自分たちの過去は棚に上げてアフリカにだけ説教している。こうした欧米のダブルスタンダードに対する怒りが根深く存在しているのです。一方、ロシアは基本的に民主主義や人権を強く条件にしません。相手が軍事政権であっても欧米のように厳しく批判せず、武器や軍事支援を提供する。軍事政権にとっては欧米よりも付き合いやすい相手に見えるわけです。さらにロシアは自分たちを反植民地主義、反欧米の味方として見せることに長けています。ロシアは少なくともアフリカにおいてはフランスやイギリスのような旧宗主国ではありません。またソ連時代にはアフリカの独立運動を支援した歴史もあります。ロシアはアフリカを支配する側ではなく西欧支配に対抗する側なのだ。こうした物語をロシアは巧みに利用しています。しかしここで見落としてはいけないことがあります。ロシアはアフリカを救うためだけに来ているわけではありません。ロシアもまた自国の利益のために動いています。軍事支援を提供する代わりに現地の資源や鉱山利権に近づく。軍事政権を守る代わりにその国の安全保障に深く入り込む。欧米から孤立した政権にとってロシアは便利なパートナーかもしれませんが、その関係が深まれば今度はロシアに依存する危険も大きくなります。ただ、ロシアが入れば治安が劇的に改善するかといえば、そう単純ではありません。2026年7月にもマリ北部のアネフィス周辺でマリ政府軍と反政府勢力の間で激しい戦闘が起きました。マリ軍は戦略的な軍事拠点をめぐる封鎖を破ったと発表しています。一方で反政府勢力側はその作戦にロシアのアフリカコープスなどが関わっていたと主張しています。
つまりワグネルという名前が前面に出なくなっても、ロシア側の軍事的な関与は形を変えて続いていると見られているんです。フランスを追い出してロシアを入れれば全てが解決するわけではありません。ここに今回の問題の核心があります。フランスの影響力を拒絶することはアフリカの主権回復にとって重要な動きかもしれません。自分たちの資源、通貨、安全保障を自分たちで決めたい。これはアフリカの国々にとって当然の願いです。しかし、その空白にロシアのような別の大国が入り込み、安全保障や資源、外交の重要な部分を握っていくなら、それは本当の自立と言えるのか。支配者がフランスからロシアに変わるだけなら、アフリカの人々が求めてきた独立はまだ完成していないのかもしれません。だから、この問題はフランスかロシアかという話ではありません。欧米か反欧米かという話でもありません。問われているのは、アフリカの国々がどうすれば外部の大国に振り回されず、自分たちの未来を自分たちで決められるのかということです。日本から世界を見ていると、フランスは民主主義陣営の一員で、ロシアは国際秩序を壊す危険な大国に見えます。その見方が間違っているわけではありません。しかし、アフリカから世界情勢を見ると別の視点も必要になります。フランスは民主主義を掲げる国であると同時に、かつてアフリカを植民地支配し、独立後も強い影響力を残してきた旧宗主国です。ロシアは国際社会から批判される危険な大国である一方で、欧米に失望した人々にとっては反欧米の象徴として映ることがあります。善と悪を単純に分けるだけでは、この地域で起きていることは理解できません。大切なのは、どちらか一方を正義と決めつけることではなく、その背後にある歴史と構造を見ることです。これは決してアフリカだけの問題ではありません。大国と協力しながらも、どうすれば特定の国に依存しすぎず、自分たちの未来を自分たちで決められるのか。アフリカで起きていることを学ぶことは、日本の未来を考えることにもつながると思います。今回の動画を見て皆さんはどのように感じたでしょうか。ぜひコメント欄で感想を聞かせてください。今回のようにアフリカの視点から世界を見ると、普段ニュースで見ている国際情勢の見え方が大きく変わることがあります。こうした世界を読み解く視点をこれからも私と一緒に深めていきたい方は、次回以降の動画も見逃さないように、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。テレビや新聞ではなかなか深掘りされない世界の問題についてもっと学びたい方は、私が運営しているオンラインサロンシナジーもぜひ覗いてみてください。シナジーでは YouTube では話しきれない国際協力や社会問題のテーマについて、メンバーの皆さんと一緒に考えています。見る線、聞き線での参加も大歓迎です。興味のある方は概要欄のリンクからシナジーのホームページを覗いてみてください。ということで、今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。